皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第6回目です。インドシナ半島を独立させた日本人です。この前半、マレー作戦です。先の戦争の終わり頃、日本が行った軍事作戦にインドシナ半島ではマレー作戦があり、インドではインパール作戦がありました。この両作戦は日本がインドシナ並びにインドを独立させるために取った軍事行動です。日本から1万キロも離れた遠いインドの地並びにインドシナ半島での戦いでした。当時これらの地域と国々はイギリスを中心に欧米支配のもとに置かれてひどい搾取を受けていました。どんなに歯向かっても勝てないと思っていました。彼らはあたかも虚勢された動物たちのように生きざるを得なかったのです。インド並びにインドシナ半島の国々の独立に多大な貢献をした日本の機関がありました。それが F 機関と呼ばれる諜報活動の働きでした。これらの国々の状況を把握、それを実践に活用したのです。日本では昔から隠密や忍者がそうでした。日本がこれらの国々の独立に大いに貢献できたのは、日本が力でこれらの国々の独立を勝ち取ったからではありません。事実日本はこの大戦で負けました。解放しようとした日本が敗れ、これらの国々が独立を勝ち取りました。そして戦勝国は何も売るものがないばかりか、植民地のほとんどを失い、中でも西欧諸国は著しく国力を落としました。かつての栄光はもはやありません。その反動で戦後敗戦国日本が恨みを買われて歴史を曲げられるのはある意味当然なのかもしれません。それが東京裁判です。それほど日本のアジア解放は欧米諸国にとっては悔しいことでした。その一方でアジア諸国はどんなに日本に感謝しても十分ということはないと今も感謝してくださる国々があります。自分たちと同じ小柄な日本人が大柄な欧米人を打ち負かしたことは、戦うことへの目覚めを与え、自立心を起こさせてくれたと言われています。日本は早くから欧米列強諸国の植民地政策に対し研究を重ねてきました。信長の時代からアジアのほとんどが植民地化され、日本もその危機を通ってきたからです。第二次世界大戦当時の植民地支配の中心はイギリスでした。インド並びにインドシナ半島の多くをイギリス領としていました。そして日本と戦ったのもまたわずかなイギリス兵とたくさんのインド兵でした。インドシナ半島でも同様です。ここに日本は着目したのです。日本の捕虜となったインド兵にインド独立の志を与え、日本と協力してイギリスを倒すという大きな目標を共有したのです。それは東南アジアの国々も同様でした。日本軍の捕虜となった敵を味方に変える。しかも祖国の独立のために共に戦う。日本は全面的に支援する。どれほど彼らに勇気を与えたことでしょう。日本もまたアジアの国々から大切な資源を売ることができるのです。相互の利害が一致します。マレー半島でのイギリス軍の中核を占めるインド兵に対し投降工作を行い、それを将来のインド独立の基盤とすることを命じられました。そこで5名の将校を加えた藤原機関が発足しました。
F 機関とは、フリーダム、自由、フレンドシップ、友情、藤原です。中心となったのが、藤原岩市少佐です。藤原少佐は、英語もできず、諜報活動の経験もありませんでしたが、誠意と真心で、その使命に立ち向かいました。彼はこのように述べています。私たちの仕事は、力を持って敵や住民を屈服するものではない。用をもって敵や住民を威服するものでもない。力で抑えるという意味です。私たちは特技と精神を、真心を唯一の武器として敵に住民に臨むのである。白人支配からの解放を旗印に、東亜民族の団結を謳い、日本軍への協力を求めるものでした。その言葉に誤りなく、F 機関のメンバーは一貫してほぼ丸腰で活動を続けました。開戦後、日本陸軍がイギリス軍をなぎ倒して、破竹の勢いでマレー半島を南下していきました。そこにイギリス軍の一大隊が退路を断たれ、孤立しているとの情報が入りました。イギリス人の大隊長一人を除き、中隊長以下、すべてインド人とのことでした。藤原少佐は一切武器を持たずにこの大隊を訪れ、車に日本国旗ではなくインド国旗をつけて乗り込み、大隊長に対し投降を求めました。これで200名のインド投降兵の身柄を預かったのですが、この中にやがてインド国民軍の創設者となるモハンシン大尉がいました。インド兵を感動させた逸話がたくさんあります。その一つ、それは藤原少佐が用意したささやかな食事会でした。テーブルにあったのはインド料理でした。藤原少佐はインド兵たちと共にインド料理を手づかみで食べ、彼らを驚かせました。イギリス軍の中ではこうしたことは決してなかったからです。この時、モハンシン大尉は感激のあまり椅子から立ち上がり、スピーチを始めました。戦勝国の要職にある日本軍参謀が一昨日投降したばかりの敗戦国のインド兵捕虜、しかも下士官まで加えて同じテーブルでインド料理の会食をするなどということは、英軍イギリス軍の中では何人も無相談にできないことであった。藤原少佐の敵味方、勝者敗者、民族の相違を超えた温かい催しこそは、一昨日以来我々に示されつつある友愛の実践とともに、日本のインドに対する誠意の千万元にも勝る実証である。これを機に藤原少佐はモハンシン大尉に、この大戦が長年欧米に支配されてきたアジア独立の絶好の機会であり、インド投降兵を組織してインド国民軍を創設すべきことを説きました。こうして歴史は動いたのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界が植民地時代にあって、日本人は人は皆神のもとに平等であると信じ、その信念のもとアジアを解放したのです。聖書の一節をご紹介します。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も獣医人もなく、男子も女子もありません。ですなら、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。新約聖書ガラテヤ人の手紙3章。これは新約聖書の一節です。今から約2000年前のことです。初代教会は民族の違い、奴隷と従人の区別、あるいは男女の差別さえ超えていました。その教えをイスラエルから始まり、東回りでインド、中国大陸を経て日本にもたらされました。そして日本において人種の平等は見事に実を結びました。1943年、
日本において大東亜会議が開催されました。アジアの各国首脳を招き、略奪から共生を目指したのです。それではお知らせです。次回第7回目、10月24日土曜日です。テーマはインドを独立させた日本人です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。